もしあなたの大切な人を奪ったと語る犯人が何人も現れたら、遡ることおよそ38年前の1985年11月7日、アメリカバージニア州。その日、全米行方不明非搾取児童センターに1本の電話が入りました。2年前に行方不明になった4歳の女の子を覚えていますか？受話器の向こうの男がそう話すのは、1983年に失踪したナイリーン・マーシャルという少女のこと。ナイリーンは大勢の子供に紛れて遊んでいる最中、いなくなるはずもないタイミングで姿を消してしまっており、不可解な部分も多い事件だったんです。現場では犯人と思われる人物の目撃情報もあったものの、2年間捜査は行き詰まっている状態。オペレーターは新たな情報提供かと思い、電話の男の言葉を待ちました。すると男はこんなことを言い出したんです。ナイリーンは今も僕と暮らしていますよ。突如失踪した少女と一緒に暮らしていると話した男。少女は一体どこへ行ってしまったのか。混乱を極める事件の先にあったのは、どうしようもない結末だったんです。おそす、ケンちゃんです。やみやみこです。本日ご紹介するのは、アメリカ・モンタナ州で起こった4歳の女の子が誘拐されてしまった失踪事件についてなんです。この事件、なんと数年後に彼女をさらった犯人が名乗り出てくるんです。何？そうやってすぐ誘拐して身代金要求とかっていうことじゃないってことはさ、お金目的じゃないわよね。そうなんです。何が目的なのよ。そしてこの男ですね、自首する気もね、さらさらなくてですね、もういろんなことで捜査を攪乱していくんですよ。まずはね、ナイリーンが姿を消したその日の様子から見ていきたいんですけど、なんと、そのね、姿を消したっていうこのタイミングですよ。誰もが予想しなかったタイミングだったんです。森の中の失踪。遡ることおよそ40年前の1983年6月25日、アメリカ・モンタナ州。この日、ヘレナ国有林エルクホーン山地のキャンプ場ではアマチュア無線愛好家のイベントが開催されていました。見て、あなた、あの子ったらとても楽しそう。そう言って微笑ましそうに目を細めた女性の名はナンシー・マーシャル。彼女の視線の先には、栗色の髪の毛を長く伸ばした可愛らしい少女、娘のナイリーン・マーシャルの姿がありました。イベントには多くの家族が参加。4歳になる彼女も他の子供たちとあっという間に打ち解け、楽しそうに遊んでいたんです。そして午後4時頃のこと、森の中にビーバーがいるらしいんだ。そうやって騒ぎ出した子供たちは、大人たちの目が届かない森の中へ向かっていきます。しかしこの時は大勢ではしゃぐその雰囲気も相まって、彼らを心配する人は一人もいなかったんです。めちゃくちゃ騒いで楽しそうに見えるけど、何こんな雰囲気の中なんか起こるわけ？そうなんですよ。子供たちもね、大勢いたわけで、ナイリーンだけがいきなりこういなくなるって結構奇妙な話なんです。神隠し的なね。子供たちが森の中へやってきてしばらく経った頃、あれ？ナイリーンはどこ？子供たちを引き連れていた最年長の少年がそう言って辺りを見回し始めるんです。そう、数人の子供たちに紛れて水遊びをしていたはずのナイリーンがいつの間にか姿を消していたんです。ナイリーンがどこかに隠れているものと考えた子供たちは周辺を探し回るんですが、彼女は森の中のどこにも見当たらず、子供たちは仕方なくキャンプ場へ戻って大人たちに事情を説明することにしたんです。ナイリーンがいなくなった。みんな一緒じゃなかったの？血の気の引いた表情で子供たちに聞き返した母ナンシー。すると子供たちは次のように説明するんです。みんなでカエルを捕まえて遊んでたんだけど、ナイリーンは疲れて水辺で休んでたんだ。それでちょっと目を離したら、本当にほんのちょっとの時間じゃないの？そうなんですよね。子供たちがね、目を離した時間っていうのはほんの数分なんです。そして子供たちの次の発言で事態は極めて深刻であることがわかるんです。ナイリーンは変なおじさんに話しかけられてたんだ。父、キム、母、ナンシーにそう訴え始めたのは、ナイリーンと遊んでいたうちの一人の少年。そして少年がそう話したかと思うと、同調するように同じ人物を目撃したと話す子供が複数人出てきたんです。彼らが話すその人物は、ジョギングウェアを着た中年男性で、木の間からものすごい形相で子供たちの方を睨んでいたというんです。怖すぎだろそれ。これらの言葉を聞いた両親は、瞬時に信じたくもない想像を巡らせました。ナイリーンは誘拐された。その後、両親はすぐに警察へ通報。そこから10日間、追跡犬やヘリコプターを動員した大規模な捜索が展開されるんですが、ついにナイリーンは発見できなかったんです。同時に子供たちが話していた怪しい男の似顔絵もメディアで広く公開されます。しかし、犯人の特定には至らず、こうしてナイリーンは本当に誘拐されてしまったのか、それとも迷子になったのか、どちらかわからないまま事件は未解決となってしまったんです。
いやーでも確かに子供たちって誘拐された瞬間をその場で見てるわけじゃないしさ、しかも目撃された男が犯人かどうかなんてもう何もわかんないじゃない、これだと。どうなったのかがわかんないっていうのがね、両親にとっては辛いですよね。今こそうねう、どうなってどういう状況でどんな生活を送っているのかっていう。ただ実はこの2年後にナイリーンが誘拐された説が濃厚になっていくんです。そのきっかけはある人物からの電話でした。罪の告白。事件から2年後の1985年11月7日、全米行方不明非搾取児童センター、通称 NCMEC に1本の電話が入りました。もしもし、2年前に4歳の少女が行方不明になった事件を覚えていますか？電話口の男がそう話すのは、ナイリーンの事件のこと。オペレーターは当初、事件に関する情報提供だと思い話を聞いていました。しかし、男は続けて耳を疑うような一言を発するんです。彼女は、今、僕と暮らしていますよ。こいつどういうつもりで電話かけてきてんのよ。ほんとね、意味不明ですよ、うんこの男がね、電話した全米行方不明非搾取児童センターっていうのはですね、この前年にできた団体なんです。なので彼はね、話題を聞きつけて連絡してきたんじゃないかと言われてるんですけれども、そもそもこの団体、今となってはですね、すごい実績をね、上げてる団体なんです。というわけで本日のメトラキーワード、全米行方不明非搾取児童センターについて。全米行方不明非搾取児童センターとは1984年に設立されたアメリカの非営利団体で、通称は NCMEC。司法省から資金援助を受け、行方不明になった子供や性的被害を受けている子供を支援するための情報提供、警察への捜査協力を行っています。FBI の調査では2020年に全米で行方不明になった子供の数は約36万人。これに対し NCMEC の支援で発見につながった行方不明児童の数は年間2万8000人以上。的被害の撲滅運動も合わせ、その影響力は相当なものだと言えるんです。謎の電話から2ヶ月後、NCMEC はナイリーンと暮らしていると話した男から次のような手紙も受け取っています。エルクホーンのキャンプ場の近くで迷子のナイリーンが泣いているのを見つけました。そこから家に連れ帰って以来、何不自由ない生活をさせています。そう、そこに綴られていたのは、男がナイリーンと暮らし始めた経緯、さらにナイリーンと男がどのように暮らしているのかも手紙の中に事細かに記されていました。ナイリーン、今年のクリスマスはパリに行こうか。朝食のパンを頬張りながら向かいに座るナイリーンに優しく笑いかけた男。ナイリーンは嬉しそうにうなずくと席を立ち、男の方へ歩み寄るとしがみつくようにしてハグをした。ナイリーンは本当に甘えん坊だな。ほら、ご飯を食べ終わったならホームスクリーニングの時間だよ。おっと、その前に。そう言うと男は思い出したかのように何かの瓶を取り出した。その瓶の中身は白く濁った液体で満たされている。そして男は中身の液体をスプーンですくうと、それをナイリーンに差し出してこう言った。ほら、食後のお薬だよ。気持ち悪すぎ。でもわざわざこうやってさ、NCMEC に手紙を送ってくるってことはね、ナイリーンを返すつもりだったとかってことなんじゃないの？それがですね、男が手紙を送ってきたのは、その全く逆の理由だったんです。手紙を送ってきた男は裕福な投資家で、ナイリーンを頻繁に国内外へ旅行に連れて行き、非常に可愛がっていると言います。さらに手紙には、ナイリーンが2年でどれだけ身長が伸びたかや、上の永久歯が4本生えてきたことなど、彼女の成長ぶりもつぶさに記されていました。そして男が手紙を送ってきた理由に関しては、次のように書かれていたんです。ナイリーンの両親がどれだけ心配しているかは分かっているつもりです。でも僕はナイリーンを手放すわけにはいかない。彼女は今の生活にすっかり馴染んでいるし、僕のことを信頼しているから。そう、男はナイリーンを返すつもりがないという旨を伝えるため、わざわざ NCMEC へ連絡してきたんです。手紙も電話も届いてんの、犯人そこから特定できんじゃないの？今だったらね、逆探知とか、その時も多分あったと思うんですけど、時間が短かったのか何かわかんないですけど、警察もね、あと一歩のところだったのかもしれないですけど、その後、男は NCMEC に何度となく手紙を送ったほか、あろうことか警察やナイリーンの両親にも電話をかけてきたといいます。男の手紙の消印はいつもウィスコンシン州マディソン市のもので、かかってくる電話もマディソン市の公衆電話から。さらに同時期にウィスコンシン州ジェーンズビルのレストランでナイリーンに似た少女を見たという通報も。これらの情報から男がモンタナ州から約2000キロ離れたその町までナイリーンを連れ去り、共に暮らしているという見解は一気に有力視されるようになったんです。しかし当時の捜査技術で特定できたのはそこまででした。結局ナイリーンは発見できないまま、男からの連絡は途絶え、男が真犯人なのかただのいたずらかもわからないまま、捜査は再度暗礁に乗り上げてしまったんです。なんとなくなっちゃうんだけど、
俺やっぱいたずらだと思うわよ、私。だってさ、見知らぬ少女を救って優しく育って両親探してるって分かったらすぐに返すと思うわよ、普通。ただね、いたずらだったとしても、この男がね、世間に与えた影響っていうのは計り知れないんです。謎の男からの電話や手紙の件もあり、ナイリーンの事件は再びメディアで大きく取り上げられることになりました。すると1990年、テレビでナイリーンの特集が放映された際、視聴者から次のような通報が入ったんです。ナイリーンは私の生徒に違いないわ。彼女の父親がとっても怪しいの。通報してきたのはカナダのブリティッシュコロンビア州で教師を務める女性。彼女はかねてから一人の女子生徒の父親の行動を不審に感じており、その女子生徒は誘拐された子なのではと疑っていたといいます。さらになんとテレビに映されたナイリーンの写真とその女子生徒の顔が瓜二つだったというんです。警察が捜査に乗り出すと、その女子生徒は案の定8年ほど前に今の父親に誘拐されていたことが判明。ついにナイリーンが発見された、そう誰もが期待を膨らませました。しかし彼女は全くの別人。カリフォルニア州バーバンクで誘拐された、偶然にもナイリーンと年が近いというだけの少女だったんです。実は番組放送以来、同じような人違いの通報が各地で相次いでいたといいます。なんとナイリーンじゃないかと間違えられた結果、関係のない行方不明の子供が3人も家族との再会を果たしているんです。この他にもナイリーンを殺害したと警察へ出頭する男まで複数人現れる始末。結局いずれも男が供述した場所から遺体は発見されず、どの供述も虚言だったと片付けられているんです。このようにナイリーンの事件は良くも悪くも何度となく世間を騒がせることに。そしてこの後事件はまたしても予想だにしない展開を迎えることになるんです。めちゃくちゃなんか反響すごすぎない？自分が犯人だって自首して騙してくる虚言癖の男も意味わかんないんだけどさ。謎ですよね、本当に。そして気になるのはこの後どうなるかなんです。懸命に娘の居場所をね、捜索していた両親にさらなる悲劇が訪れるんです。2度目の悪夢。ナイリーンが失踪して以来、父キムと母ナンシーはあらゆる手段で彼女を探そうと奮闘しました。事件当時には催眠術の専門家の力を借り、現場にいた複数人の記憶をあぶり出し、犯人と思われる人物の似顔絵を作成。その他災害救助犬を育成する非営利団体を設立し、ナイリーンの捜索を一歩でも前に進めようと尽力していたんです。人違いの通報や虚言の自首が相次ぐ中でも、両親はいつか必ずナイリーンが見つかる日が来ると信じてやみませんでした。そしてそれはナイリーンの失踪から12年が経った1995年のこと。その日、メキシコシティの高級ホテルラリソンパライソの一室で、ナイリーンの母ナンシーは夫のキムと電話で話をしていた。今日は友達とディナーを食べてきてすごく楽しかったわ。そうか、君も長らく不動産屋を巡ったりなんやらで忙しかったろ。久しぶりに羽を伸ばせたみたいでよかったよ。そう、ナンシーが今メキシコにいるのは一家が引っ越してくる新居を探すためだった。一家は夫キムの仕事の都合でこの数年日本で暮らしていたが、今度はメキシコへの転勤が決まったのだ。それじゃあ来週には僕もメキシコへ向かうから。空港へ迎えに行くわ。二人はそうやって通話を終えた。夫婦を悲劇が襲ったのはその翌日のことだった。お客様、何かございましたか？血相を変えてその部屋へ飛び込んできたのはホテルの従業員。母ナンシーの客室へ清掃に訪れた彼は部屋の前まで来て、ドアが何者かに蹴破られていることに気がついた。そして従業員がバスルームの扉を開けたその時だった。うわー！思わずその場で腰を抜かした従業員。バスルームの中ではナンシーの遺体がシャワーヘッドにぶら下がっていた。ナンシーの遺体にはオーダーの跡があり、時計や結婚指輪などが盗まれていたことから、犯行は強盗によるものだと考えられました。しかし現場に証拠は何も残されておらず、結局ナンシーを殺害した犯人は分からずじまい。こうして夫のキムはメキシコで彼女と合流する日を目前にして最愛の妻を亡くしてしまったんです。3年後の1998年にはナイリーによく似た19歳の女性が発見され、 DNA 鑑定が行われたんですが、それもまた人違い。妻を失ったその後も父キムは未だにそうやってナイリーンを探し続けているんです。せめてナイリーンが世界のどこかで生きているとすれば、残されたキムの心もいくらか救われるのでしょうか。おざっす、ヤミコさん、宇宙中の皆さん、重大発表があるんです。なんとですね、この度アルゴメトリーシリーズから新 VTuber プロジェクト、ムーンライブプロジェクトをね、発足したいと思います。 VTuber？ そうなんです。というわけでですね、なんとね、大々的にムーンライブプロジェクトの第1期生オーディションを開催したいと思います。どういうことその VTuber になる人をってこと？そうです。 VTuber として世界でね、これから活躍していただける方、まずは日本からですけれども、アルゴメトリーチームが全面バックアップのもと、一緒にこうキャラクターをね、世界に愛されるキャラクターを育てていこうというね、そういうね、こう壮大なプロジェクトなんです。じゃあもう私も応募しちゃっていいわけ？応募しちゃっていいですよ。
でも公平に判断します。なぜなら、僕はね、骨とか、そういうなんかウェットなやつ嫌いなんですよ。公平に、あ、この人いいなって思ったら、オーディションをぜひね、通過してもらいたいですし、ほんと1期生なんで、こことやりとりすることもね、多く一緒に作っていけるとね、嬉しいなって、もう僕も勝手にワクワクしてるんですけど、どんな素敵な方に出会えるのか。そしてこのオーディションの詳細はですね、概要欄と固定コメントに記載しておりますので、ぜひ興味ある方、ちょっとでもいいので、もうめちゃくちゃかっこいいんで、見てみてください。